今日は里芋の煮物を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は里芋の煮物を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、おせち料理にぴったりな里芋の煮物を作っていきます。この煮物なんですが、白煮といってだしベースで仕上げていく煮物にしていきます。里芋はですね、煮ると少し紫色になってしまいがちなんですが、それを白く煮る方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。里芋、お水、お酢、みりん、お砂糖、塩、お醤油、だしの素、柚子の皮。今回はこちらの材料で作っていきます。まず里芋ですが、こちらは今皮付きの状態で約 400g になります。そして柚子ですね。こちらはですね、柚子の皮を香り付けに使っていきます。そして今回味付けにですね、だしの素を加えていきます。こちらはですね、かつおだしを使っていきます。あるいはですね、ご自身でだし汁を取っている場合は、顆粒のだしではなくてだし汁を使っていただいて OK です。その場合は 300ml 使うようにしてください。そしてお醤油ですね。こちらは今回薄口醤油を使っていきます。もしない場合は普通のお醤油でも大丈夫なんですが、白煮の場合はですね、あんまりね、色付けしたくないので薄口醤油がおすすめです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに柚子の皮から剥いていきます。手を怪我しないようにね、注意してください。でこのぐらい取っていただいて、あとはだいたい 5mm 幅ぐらいですね、刻んでいきます。はい、OK です。この柚子の皮の量はお好みで入れてみてください。続いて里芋の皮を剥いていきます。皮を剥く時なんですが、しっかりとね、乾いた状態で剥いていただくと手にかゆみが出にくくなります。なので一度洗って泥を落としてから少し乾かして剥くといいかなと思います。白煮の場合は六方剥きといって全部で六角形になるように剥いていきたいと思います。まずですね、こちら頭の部分を切り落とします。このぐらい切り落とします。そしたらお尻側も同じように切り落とします。ちょっとね、皮厚めに剥いていきます。今このような状態です。そしたら下から上にね、六角形になるように剥いていきます。まず一遍剥きましょう。よいしょ。はい、こんな感じ。やりやすい方法は、まずここね、一度剥いたら対面する部分をまた剥きます。同じように剥いていきます。よいしょ、こんな感じ。あとはですね、残った部分が三角形になるように剥いていきます。まずこちらですね。はい、こんな感じ。またここを剥いたら反対側ですね、こちらをくるっと回転させて、剥いた部分と平行になるように包丁を入れて剥いていきます。残った部分を剥いていきます。はい、こんな感じです。このようにね、六角形になるように剥いてみてください。では残りも同じように剥いていきます。はい、剥き終わりました。それではですね、今からこちらを下茹でしていきます。はい、ではね、今から下茹でしていきます。下茹でする時のポイントなんですが、もしね、ホーロー鍋をお持ちの方はぜひホーロー鍋でやってみてください。鉄製のお鍋を使ってしまうと里芋が紫色っぽくなってしまいます。里芋が持っているタンニンという成分がこのお鍋の鉄と反応して、それで紫色になってしまいます。このホーロー鍋は鉄製なんですが、上にガラスコーティングされているので、里芋のタンニンに反応せずに煮ることができます。なのでもしお持ちの方はね、ぜひホーローの鍋でやってみてください。はい、それではね、お鍋の中に里芋を入れていきます。はい、このように入れてください。そしてここにお水を入れます。里芋が全部ね、浸かるまで入れてください。はい、 OK です。そうしましたらですね、ここからもポイントです。ここにですね、お酢を大さじ1杯加えてください。そうすることで里芋のぬめりが取れやすくなります。そしたらこちら火にかけます。火加減中火です。このまま5分下茹でしてください。沸騰したらね、火加減は弱めの中火から弱火ぐらいにしてください。はい、5分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めたらですね、このまま湯切りします。では湯切りします。湯切りしたらボウルに移し替えてください。そして水にさらします。
このままですね、少し残ったぬめりを取っていきます。お酢で一度煮てるのでそこまでぬめりはもうないんですが、ちょっと残ってるぬめりを取ってください。はい、これで OK です。そしたらもう一度ざるにあけましょう。はい、里芋の下茹ではこのように行ってください。はい、それでは今から味付けしていきます。先ほど使ったお鍋なんですが、中がちょっとヌルヌルしているので一度ね、お水で洗ってください。それではここに里芋を入れます。そしてお水を加えます。続いてだしの素です。そして最初に甘みを入れていきます。まずみりん、お砂糖です。これを入れたらですね、一度混ぜてください。まだね、火にかけてない状態です。全体をよく混ぜたら火にかけます。火加減中火です。このまま一度鍋肌がふつふつしてくるまで加熱していきます。はい、鍋肌がふつふつしました。そしたら火加減を弱火にしてください。そうしましたらですね、こちらクッキングシートで作った落とし蓋を入れます。落とし蓋を入れたらですね、このまま15分から20分ほど里芋が柔らかくなるまで煮ていきます。この煮る時間に関しましては里芋の大きさでも変わってくるので、様子を見ながら調整してください。はい、15分経ちました。そしたら一度火を止めます。落とし蓋を外してください。ここで一度竹串で大きめのね、里芋を刺してください。はい、そしてこのようにスッとね、竹串が通れば OK です。では味付けしていきます。ここに塩、そしてお醤油です。これで一度混ぜましょう。混ぜたらですね、もう一度火にかけます。火加減中火です。このまま1分煮て味をなじませていきます。はい、1分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めたらですね、ここに柚子を入れます。そして全体を混ぜてください。そしてもう一度落とし蓋をしてください。このままですね、20分蒸らしていきます。そうすることでしっかり味が染み込んで、かつお芋も柔らかくなります。はい、20分蒸らし終わりました。このようにね、しっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。色もね、このように白いまま煮ることができます。これで完成です。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで里芋の煮物の完成です。こんな感じに仕上がりました。しっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。色味もね、紫にならず白く仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。中までしっかりと味が染み込んでます。そして柚子の香りも効いててすごく美味しいです。すごく上品な味わいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の里芋の煮物のポイントです。まず里芋なんですが、乾燥させた状態で皮を剥くとかゆみが出にくくなります。泥を水洗いしていただいて少し乾かしてから剥いていただくといいかなと思います。そして切り方なんですが、今回は6本剥きという剥き方で剥いてます。この剥き方をすると仕上がりも美しくなって、かつ煮崩れもしにくくなります。皮の剥き方はね、今回ご紹介したみたいな感じにやっていただくと上手に6本剥きできると思います。ただこの時手を滑らせたりしないようにだけ注意していただけたらと思います。そして皮を剥いた後に下茹でするんですが、この下茹でする時にお酢を少し加えていただくと里芋のぬめりが取れやすくなります。味わいには影響がないので、ぜひお酢を入れて下茹でしてみてください。そして下茹でし終わった後は一度お水にさらしてしっかりぬめりは取るようにしてください。お酢を入れてるのでそこまでね、ぬめりが残ってるわけではないので、さっとね、水洗いしていただく感じでいいかなと思います。この煮る時のポイントなんですけれども、煮る時に使う鍋のおすすめはホーローの鍋です。鉄製の鍋を使ってしまうと里芋が煮上がった時に紫色になってしまいます。これはですね、里芋が持っているタンニンというポリフェノールの一種がお鍋の鉄と反応して紫色になってしまいます。紫色になっても食べても支障はないので、仕上がりをきれいにしたい時はホーロー鍋を使っていただくといいかなと思います。そして下茹でした後に煮る時のポイントです。煮る時はですね、まず最初に甘みの調味料を加えて煮てください。そうすることで
里芋にしっかりとコクが入っていくので、とても美味しい仕上がりになります。このタイミングでお醤油を入れてしまうとお砂糖のコクが中に入っていかないので、必ずお醤油と塩は後から加えるようにしてください。お砂糖とみりんを加えたら落とし蓋をして柔らかくなるまで煮てください。この煮る時間に関してなんですけれども、里芋の大きさによっても変わってくると思いますので、竹串を刺してスーッと通るまで煮てみてください。その後ですね、お醤油と塩で味付けしてさっと1分ほど煮てから柚子を加えて蒸らしてください。このように蒸らしていただくことで里芋にしっかり味が馴染みます。さらにね、柚子もこのタイミングで入れていただくと柚子の香りもしっかり里芋につきます。工程にところどころポイントはありますが、作り方自体はとても簡単です。材料はとても手軽なので、ぜひね、今年のお正月に作ってみてください。はい、ということで今日は里芋の煮物を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。